仕事で2週間の休みを取り、11泊13日で日本へ行ってきました。アメリカ人の夫、マイケルにとって初めての海外旅行です。これまで一緒に訪れた3度の日本、その最初の旅をお届けします。今回、京都の実家を拠点に、東海、北陸、関東、中国地方を巡りました。この前半の動画では、日本到着の様子から、京都の実家で過ごした時間、そして6泊7日の旅で訪れた、飛騨高山、立山アルペンルートまでをお届けします。旅の途中で起きたハプニングや、アメリカ人ならではの視点もお楽しみください。それでは、一緒に日本を旅していきましょう。さあ、夫マイケルにとって初めての海外旅行が始まります。まずはサウスウエストエアラインでロサンゼルスへ。そこから JAL に乗り換えて日本へ向かいます。当日、アメリカ人の夫は一輪のバラをさりげなくプレゼントしてくれました。花を機内に持ち込むのは初めてだったので、これ、どこに置けばいいんだろうと少し戸惑いましたが、このバラも初めての旅を一緒に過ごした大切な旅の仲間になりました。チェックイン前に、まずはパスポートを確認。荷物タグの忍者くんも準備 OK です。久しぶりの国際線に、私もワクワク。JAL のドリームライナーで、いよいよ日本へ向かいます。各座席にはエンターテインメント用のモニターも完備。When helping, stand next to the slide and pull others up. 滑り降りた後は機体から速やかに離れてください。もちろん、フライトマップもしっかりチェック。そして、なんといっても楽しみなのが、種類豊富なドリンクと、日本人好みの機内食。初めて手にする日本円にも、マイケルは興味津々でした。何もかもが初めてです。関西国際空港からは JR 特急はるかに乗ったものの、自由席は外国人旅行客でいっぱい。次回は指定席にしよう。今回の荷物は、2人でこんな感じ。行きは半分空っぽ、帰りにはパンパンになる予定です。実家に到着したのは夜9時過ぎ。遅い時間でしたが、お茶漬けとお酒が待っていました。アメリカを出発してから日付も変わり、本当に長い一日でした。それでは、また明日。まあアメリカンって薄いからね。アメリカンほな多めにした方がいいわ。こんなもんかな。母の手料理で朝を迎え、いよいよ日本散策のスタートです。実家は京都山科北部の自然豊かな山のふもとにあります。実家に住んでいた頃は洗濯物を干しながらウグイスの鳴き声をよく聞いていました。最寄りの山科駅までは徒歩12分ほど。途中、春には桜の名所として賑わう疎水を渡ります。秋には紅葉も美しい場所です。山科駅は JR 京阪、地下鉄の3路線が乗り入れていて、JR 京都駅までは1駅約5分。交通の便にも恵まれています。駅から北へ歩き、疎水を渡ると約7分で毘沙門堂に到着します。この周辺は桜や紅葉のシーズンには多くの観光客で賑わいます。マイケルは飛び出し注意の看板もお気に入り。さすがアニメ大国、日本。父のお墓がある今熊の観音寺へ向かいます。境内は緑に囲まれ、とても静かな雰囲気です。お墓をきれいに掃除してからお参りします。マイケルも一緒に手を合わせてくれました。父のお墓参りを済ませた後、近くにある潜入寺へ。マイケルは趣のある門や回廊に夢中でたくさん写真を撮っていました。その後、JR 京都駅へ。伝統的な街並みとは対照的に、京都駅は近代的なデザイン。駅そのものが人気の観光スポットです。マイケルは切符まで記念にパチリ。緑色の公衆電話にも興味津々です。
駅弁や京都グルメ、お土産まで何でも揃っています。Hope you'll get a kick out of this. もちろん日本酒も欠かせません。最後はかき氷まで楽しんで大満足でした。今日は地元で用事を済ませた後、買い物へ。郵便局では入り口にいた男性職員さんから、お、ダイハードみたいだね、かっこいい、と声をかけられ、マイケルは大喜び。見慣れた日本の電線や水路もマイケルには珍しかったようです。実家の自転車を借りて松屋スーパーへ買い物に出かけたものの、途中で1台がパンク。思わぬハプニングです。無事に実家へ戻った後は、母が老舗の着物屋さんへ案内してくれました。マイケルはアメリカにいるお母さんとお姉さんへのお土産に浴衣をゲット。夕食はみんなで天ぷらを満喫しました。山科駅から北側へ行くにはこの地下通路を通ります。昼間は何ともないんですが、夜になると今でもちょっとスプーキー。 OL 時代は帰りが遅くなるとこの道を歩くのが結構怖かったんです。今日から6泊7日の旅が始まります。まずは京都駅から特急飛騨に乗って高山へ向かいます。約3時間40分の列車旅。お供はもちろんドリンクとスナック、それぞれお気に入りを選んで出発です。ところがこの後予想外の出来事が待っていました。次は金山という車内アナウンス。もう着いた、マイコー We gotta get off here。 二人で大慌てでスーツケースを下ろしてホームへ飛び出しました。でも何かがおかしい。こんな小さい町のはずがない。降りたのは高山ではなく金山でした。やってしまいました。次の列車は数時間後。今案内に出ておりますけども、とにかく1時に間に合うようにしてくださいね。ありがとうございます。金山駅の外に出て途方に暮れるマイケル。私はとりあえず足をストレッチです。Tell everybody what happened. Tell them. No! Tell them what happened. This is not Takayama. This is Kanayama. 歩き始めると筋骨巡りの案内を発見。立ち寄ったトイレはなんと懐かしの和式。お腹も空いてきたので地元のレストランで一休み。 Which means it's gonna be full. You want a coffee? I'm carrying around your coffee can. I know it's all my fault. Sorry. Somehow, something. まもなく1番線に列車が参ります。危険ですから黄色い線の内側にお下がりください。まもなく列車が参ります。ご注意ください。無事高山に到着しました。高山では2泊する予定でレンタカーを借りてひなの湯宿松の井に向かいます。マイケルにとって初めての右ハンドル。左に寄りすぎてガードレールスレスレです。隣に座る私はヒヤヒヤドキドキでした。無事に旅館へ到着。今日は温泉でゆっくり休んで、明日は飛騨高山を散策します。今日はまず飛騨古川祭り会館を訪れます。
からくり人形の操作、おこし太鼓などを体験し、楽しい時間を過ごしました。近くの川には、色鮮やかな錦鯉がたくさん泳いでいました。お昼は高山名物の飛騨ラーメンをいただき、続いて飛騨の里へ。ここは古民家およそ30棟を集めた野外博物館です。この後偶然訪れることになる白川郷を小さく再現したような場所でした。懐かしい遊び道具の中に竹馬を発見。早速チャレンジです。子供の頃によく遊んでいた私は、今でも意外と乗れました。What? What? Seriously? 夕方には旅館へ戻り、美味しい食事と温泉をゆっくり堪能しました。夕食の後は源泉かけ流しの貸切温泉へ。露天風呂もあり、ゆっくり温泉を満喫しました。Go ahead. お風呂上がりには昔懐かしいマッサージチェアを発見。 So it's 40 years old about. Smile. It's interesting. 最後は部屋で地酒を楽しみ、旅の一日をのんびり締めくくりました。Here's breakfast, our last day. 今日は旅館で最後の朝ごはんをいただき、石川県にある浅野太鼓へ向かいます。Where's the squid? Over here. 高山駅に到着し、駅前の足湯で少し一休み。レンタカーを返却しようとしたところ、高山から富山方面への鉄道が一部運休。代行バスでは時間がかかるので、そのまま車で金沢へ向かうことにしました。Driving just fine. Left side, I'm good. Alright. We need some sake. 途中、景色の綺麗な場所で休憩しながら車を走らせていると、白川郷の案内標識が目に入りました。なんだろうと思って調べてみると、世界遺産だとわかり、立ち寄ることにしました。太いかやぶき屋根が印象的な白川郷。昔ながらの家並みの中で、今も人々が暮らしていることに、マイケルも驚いていました。すっかり気に入ったようで、帰国後もしばらくは、みんなに白川郷の話をしていました。白川郷を後にして、サービスエリアで一休み。マイケルは、食券システムや、豊富なドリンクの品揃えにびっくり。日本のサービスエリアの充実ぶりは、アメリカとは大違いで、旅の楽しみの一つです。さて、いよいよ今回の旅の目的の一つ、浅野太鼓会館に到着です。当時、私たちはフェニックスの不死鳥太鼓で和太鼓を習っていて、先生からご紹介いただいたご縁で、館内を案内していただけることになりました。さらに、私たちのために特別に生演奏まで披露してくださり、本当に贅沢な時間となりました。今夜は30階建てのホテル日光金沢に宿泊。立体駐車場も完備され、日本らしいコンパクトな駐車システムに驚きます。部屋から眺める金沢の夕景もとても綺麗でした。最後はコインランドリーへ。日本のコインランドリーは本当に便利。それでは、また明日。朝食はホテルのバイキング。ミニサイズのコーヒーカップにマイケルがツッコミを入れます。午前中は
日本三名園の一つ、兼六園へ。隅々まで美しく手入れされた庭園は、歩いているだけで心が落ち着きます。散策を楽しんでいると、黄色い帽子が気になったマイケルは、子供たちと目が合い、あ、外人という声が、記念に一緒に写真を撮りました。この後レンタカーを返却し、電車で立山黒部アルペンルートへ向かいます。まずは、金沢駅から JR で富山へ、富山地方鉄道に乗り換え、立山駅へ向かいます。雨は降っていますが、景色はとても綺麗です。立山に近づくにつれ、美しい山並みが広がってきました。このケーブルカーは約7分で、標高差およそ500メートルを一気に登ります。今回は時間の都合と荷物があったため、美女平まで、標高約1000メートルの美女平に到着すると、運よく雨も上がり、澄んだ空気が広がっていました。展望台からは雄大な景色が一望でき、北陸のこんな素敵な場所に来られたことに感動です。いつか全ルートを巡ってみたいと思います。Come on. 少し山道も散策してみました。雨上がりの緑がとても綺麗ですが、足元は滑りやすくなっています。ファッションブーツで来たのは失敗でした。ここはハイキングシューズがおすすめです。美しい景色に癒されながら、美女平を後にします。旅はいよいよ後半へ。Kampai to your dreams.